こんにちは、こんばんは。エマの日本語ポッドキャストへようこそ。皆さん最近日本語学習へのモチベーションはどうですか？私は最近英語学習へのモチベーションが上がったり下がったりバラバラになってしまってます。で、なんで私のモチベーションが続かないんだろうというか、モチベーションがある日とない日の差がすごいんだろうっていうのを考えてみたんですけど、私は目標がないんですね。はっきりとした目標がない。例えば、ネイティブの人ともっとスラスラネイティブのように話せるようになりたいっていうのはもちろんあるし、映画とかドラマを見れるようになりたいっていうのもあるけど、それって結構大きな目標というか、はっきりした目標ではないですよね。例えばテストで合格したいとか、テストで100点取りたいとか、こういうのははっきりとした目に見える目標だけど、私が今持ってた目標はどうしても大きすぎてモチベーションにつながりにくかったんですね。なので実は最近また英語のテストに挑戦してみようかなって考えてます。やっぱりテストで何点取りたいっていう目標、明確なはっきりとした目標があったらモチベーションにもなるかなって思って。私は昔から学校の試験のための勉強とか、資格のための英語の勉強とか、こういうのをたくさんしてきました。皆さんの中にもたくさんした人がいると思います。特に今、来月7月に JLPT の試験がありますよね。なので、そのために勉強している人がたくさんいると思います。で、日本語以外にも英語、韓国語、中国語、ドイツ語、スペイン語とか、いろんな言語を学ぶ中で、絶対に一回は感じたことがあると思うんですけど、こういう試験のための勉強って、使える語学、使える日本語、使える英語に本当に役に立ってるのかっていうことですね。これについて考えたことがある人は絶対にたくさんいると思います。というか、絶対に皆さん一回は考えたことがあると思うんですね。私も何回も何回も考えました。特に学生の時は、こんなテストのための勉強だけじゃなくて、もっとネイティブスピーカーの先生と話す勉強がしたいとか、スピーキングのテストをしてほしいとか、他にもスピーチとか、そういうのの方が役に立つって思ってたんですね。でも学生だからテストを受けないわけにはいかない。だからと言って勉強してたら、やっぱりこんな単語いつ使うんだとか、ネイティブスピーカーの人はこんなにハキハキ話してくれない。リスニングの問題を解いてる時とかに思ってたんですね。リーディングの試験を解いてる時も、私はニュースとか読まないから、こういう読解は意味がないとか思ってたんです。その時はあんまり本を読むっていうこともなかったので、あんまり読解が自分にとって役に立ってるっていう実感がなかったんですね。なので、この試験勉強が語学勉強のために大切なのかっていうのを常にいつも悩んでたんです。でも今になってやっと気づいたんですね。この試験勉強を頑張ってきたおかげで、たくさん基礎が私の中で出来上がってたんです。単語帳をボロボロになるまで見たおかげで、今10年経ってから誰かと話してる時に、あ、この単語見たことあるとか、この単語聞いたことあるとか、そんな風に感じることができたんですね。で、リスニングもさっきネイティブスピーカーの人はこんなにハキハキ話さないって言ったんですけど、実際にそれはそうなんです。リスニングテストみたいに話す人は全然いないんですけど、でもリスニングテストのために
正しい文法とか正しい発音を勉強したおかげで、ネイティブスピーカーの人が何と何をくっつけて発音してるのかとか、何を省いて発音してるのかとか、こういうのに気づけるようになったんですね。そんな風にあの時こんな勉強しても無駄だ、意味がないって感じていたことでさえも気づかないうちに私の中で基礎を育ててくれてたんですね。基礎が出来上がってた無意識のうちに。こういう基礎がしっかりしてるっていうことは本当に大切なんですね。ネイティブの英語とか日本語を理解するために基礎をしっかり勉強するっていうのはその時大切だっていうふうに気づきにくいけど、今大人になって何年も何年も経った後に気づくんですね。基礎があるおかげで今たくさん英語を話せてる。たくさん日本語を話せてる。そんな風に感じることができるんです。なので今日のポッドキャストではなんで JLPT のための勉強が後々後で役に立つのか、なんでそれがスピーキングのためになるのか、そういうことについてお話ししたいなと思います。そして他にも私が語学勉強をする中で、特に試験勉強をする中で、これが一番大切だったなって思うことがあるので、それについてもお話しします。7月に JLPT を受ける人はもちろん、そしてこれから JLPT を受けてみたいなって思っている人、ぜひ聞いていってくれると嬉しいです。この動画は東大ジャパニーズの提供でお送りしています。今日は来月7月の JLPT の勉強にとても役立つアプリ、東大ジャパニーズをご紹介します。ここでは JLPT のための読解、練習問題、テスト形式の学習を一つのアプリでまとめて行うことができます。JLPT テスト機能では本番のような形式で問題を解くことができ、結果だけでなく単語、文法、リスニングなど N5 から N1 すべてのレベルの詳しい解説もあります。間違えた問題をそのままにせず、その場で理解し、復習することができます。JLPT リーディングでは N5 から N1 までレベル別の文章を読むことができます。リーディングエクササイズ1を見てみましょう。昨日靴を買いました。あ、その靴ですか。綺麗な靴ですね。高かったですか。いいえ、去年買ったのは高くて重かったですが、この靴は軽くていいです。昨日買った靴はどんな靴ですか。軽くて綺麗です。高くて重いのは去年の靴です。今年の靴は軽くて綺麗です。なので3番が正解です。JLPT の勉強で大切なことは、正解したかどうかだけではなく、なぜその答えになるのかを理解することです。また、東大ジャパニーズではたくさんのリーディングコンテンツを読むことができ、わからない単語はタップすることで意味をチェックできます。わからない単語を調べることができる辞書や JLPT のレベル別のボキャブラリーリストもあります。そして他にも単語ノート、フラッシュカード、文章分析、AI チャットなど様々な機能があります。ぜひアップグレードしてたくさんの機能をアンロックし、60個以上のオノマトペを勉強できるオノマトペハンドブックも手に入れてみてください。JLPT 対策だけではなく、日常会話の勉強にもぴったりです。プロモーションコード EMA50、EMA50 を使って 50% オフで利用してみてください。それでは、ポッドキャストに戻ります。JLPT のための勉強をしていると、どうしてもこの日本語は本当に使える日本語なのか、いざ日本で働くってなったら、いざ日本で住むってなったら、そんな時に使える日本語なのか、そういうことについて悩むことがあると思います。それはね、本当によくわかるんです。私も日本語教師として JLPT の試験を見たことがあるんですね。で、そこには本当に特に N2、N1 とかになってくるとめっちゃ難しい
文法とか難しい単語とかが増えてくるんですね。本当に正直言うと N1 とかになってくると、私でもね、たまになんて読むんだろうって思う感じがあります。それぐらい難しい試験なんですね。なので皆さんが本当にこれって日常会話で使うのって思うことは当たり前だと思うんです。でも試験勉強を何回も何回も勉強してきた私が思うのは、こういう試験勉強で勉強すること、単語とかフレーズとか文法とかリスニングとか全部、こういうのは直接的にスピーキングに関係してるんじゃなくて、間接的に役に立ってるんですね。私はそう思います。なんでかというと、最初にも言った通り、記事とか新聞にしか出てこない単語がたくさん出てきたり、他にもネイティブの人が話さないようなハキハキ感、めっちゃはっきり発音してくれたり、丁寧に発音してくれたり、そういうのがあるので、どうしてもそのままスピーキングの中で使おうって思ったら、すごく難しいと思います。実際に私もテストでいくらいい点数を取っても、テストで合格しても、ネイティブスピーカーの人と話すのは難しいし、全く話せなかったんですね。話そうとすると固まってしまう。今までたくさん勉強してきたはずの文法とか単語とか出てこないし、先生が言ってくれた単語、ネイティブスピーカーの先生が言ってくれたフレーズとか文章が何にも聞き取れないんですね。なんでかというと、テストと全く違うんですね、正直。本当に正直言うと、全然違います。でも皆さんが試験勉強の中で勉強したこと、例えば正しい文法とか、たくさんの単語っていうのは、絶対にネイティブスピーカーも使ってるんですね。ただ、形が違うだけ。聞き取りたくても聞き取れないんです。形が違うから。皆さんが勉強してきた正しい文章を私たちネイティブは崩してしまってるんですね。くっつけてしまったり、何かを省いてしまったり、そういう風にしてます。例えば皆さん何々ているっていう文法がありますよね。現在進行形、今何をしてるか、今話しているとか、今聞いているとか、今食べているとか、そういう、ているありますよね。でも実際に私たち日本人が会話の中で使うのは、ているじゃなくて、てるなんですね。てる。いが消えてます。で、もちろん皆さんの中にはもうそれはね、知っている方もいると思うから、そんなのわかるよって思うと思うんですけど、でももしこれを知らなかったら、てるって言われた時に何の文法かわからないですよね。例えば私も英語の I want to が I wanna っていうのに変わるっていうのを知らなかった時は何を言ってるのか全くわかりませんでした。同じ意味なのに形が変わっただけで聞き取れなくなったんです。ている、てるだけじゃなくて、手をくっていう文法。例えば、明日の朝ごはんのためにバナナ買っておくねっていう文章。これを私たちは買っておくねじゃなくて買っとくねって言うんですね。買っとくね。手おくが特に変わったりします。他にも何々しなければならなかったっていう文法なんてたくさん変わるんですね。例えば、何々しないといけなかったとか、何々しなくちゃいけなかったとか、何々しないと、何々しなきゃ。こんな風に変わってしまうんですね。私たちネイティブはどんな言語でも、英語でも韓国語でも日本語でも、絶対に何かを省いたり、くっつけたりしてます。他にもネイティブの日本語の特徴でよく挙げられるのは助詞が消えることですね。例えば、リンゴを食べたいっていう文章で私たちはリンゴ食べたいっていうし、今テレビを見てるじゃなくてテレビ見てるとか、学校へ行ってくるじゃなくて学校行ってくるって言ったり、とにかく助詞を飛ばすことが多いんですね。
でもこういうのってやっぱり知らなかったら気づけない、聞き取れないし、話すことも難しいですよね。なので、こういう試験勉強だけで勉強するっていうのは、正直使える日本語とか使える英語を身につけるためには難しいんじゃないかなって思うんですね。なので、私が今までしてきた方法でもあって、そして皆さんにお勧めしたいのは、この試験勉強でたくさん身につけた単語とか、正しい文法、正しい発音、そういうのを使ってネイティブの話し方を勉強してほしいんです。JLPT のために勉強してきたおかげで、皆さんはもうたくさんの正しい文法を知ってます。たくさんの正しい単語を知ってます。あとはこの正しい文法とか正しい単語、正しい発音を私たちネイティブがどんな風に使ってるのかっていうのを学んだら一気に話せるようになると思うんです。私は実際に学校の試験勉強だけをしてきたとき、そして、TOEIC の勉強だけをしてきたとき、この時は英語を話せませんでした。もちろんすごく簡単なフレーズとかは話せるけど、難しい会話とか、深い会話とか、心理学のお話とか、そんなのは全くできなかったんです。ドラマとか映画を見てもさっぱりわからないし、小説を読むってなっても全くわからない。逆に記事とか新聞の方が試験勉強のおかげで読めるようになって、本当に楽しみたいリアルなコンテンツ、小説、YouTube、映画、ドラマ、こういうのを理解するっていうのがすごく難しかったんですけど、この試験勉強だけをするっていう形から、例えば今言った YouTube とか小説とか、こういうのを使って本当のネイティブの話し方っていうのを勉強すること、ちょっと難しい言葉だけど、分析することがすっごく役に立ったんです。分析っていうのは、文の中に出てくる形、崩されてる文法、どんな風に崩されてるんだろうとか、どんな風に発音してるんだろうとか、とにかく細かく見ること。こういうのをすることで、一気にネイティブが話してることを理解できるようになったんですね。さっき言った、ネイティブは I want to じゃなくて I wanna って言うんだなとか、日本語で言ったら何々しておくじゃなくて何々しとくっていうこともあるんだなとか、何々しなくちゃっていうこともあるんだなとか、こういうのを学ぶことができるようになったんですね。でも、こういうふうに文を分析して勉強することができるのは JLPT とか私が受けてきた TOEIC っていう試験とか、そのおかげなんですね。そのために勉強してきたおかげで、正しい文法とか正しい単語、正しい発音を知ってるから、ネイティブがどんな風に何を崩してるのかっていうのがわかるんです。なので、私が試験勉強に対して大切にしている考え方は、試験勉強はコミュニケーションのトレーニングじゃなくて、基礎力、基礎の語学力を高めるためのトレーニングだっていうふうに考えてます。大切な土台を作るもの。こういうのがあるからこそ、今、コミュニケーション力のトレーニングができるんですね。でも最初から YouTube とか映画で勉強するっていう方法もありなんじゃないって思う人もいると思います。で、もうね、正直、こんなこと言っちゃうとあれなんですけど、本当に人によると思います。それができる人は、それがすごくいい方法だと思うけど、私はできないんですね、多分。性格的に基礎を積み上げていくっていうことが安心材料になるというか、これを飛ばしちゃうとすっごく不安になるんですね、後で。何か基礎が抜けちゃってるんじゃないかとか、そんな風に思ってしまうんです。なので、実は今韓国語を勉強しようとしてるんですけど、韓国語も一回ね、YouTube から入ってみたんです。YouTube とかドラマから。で、見事にモチベーションが保てなくて、
いくら聞いても理解できない気になっちゃって、結局テキストとか、語学アプリとか、そういうのを始めて基礎から勉強していくっていう形に変えたんですね。私にはそれが合ってたんです。で、さっき言った何々しなければいけないっていう形も、私はこの何々しなければいけないっていうのが、何々しなくちゃ、何々しないといけない、何々しないととか、そんな風に変わるって覚える方が私にとっては簡単なんです。私はこうした方が効率的というか、早く結果的に覚えることができたんですね。こういう基礎から勉強するって、遠回りに感じたりもしますよね。イマージョンラーニングから始めちゃった方が早いんじゃないかって思う人もいると思うけど、私にとっては基礎から始める方が早いなって思います。日本語には急がば回れっていう言葉があるんですね。急いでしまったら結局遅くなってしまう。急がずに一つ一つちゃんと続けていけば一番早いルートで達することができる、達成できるっていう意味がある言葉なんですけど、私は本当に語学勉強に対してはこれが当てはまってるなって思ってます。単語帳を見て覚えることっていうのは正直つまらないって思うこともあるけど、こうやって勉強することで後になってポッドキャストを聞くときに、この単語、単語帳で見たことあるなとか、JLPT に出てきた単語だとか、そんな風に感じることもできるんですね。で、こういう風に何か知ってるって思うことって、モチベーションにもつながると思うんです。一つも知らない単語とかばっかり出てくるようなポッドキャストだったら、正直見ていてつまらなくなっちゃいますよね。私はなります。全く理解できなかったら、すぐにモチベーションが下がってしまって、もう勉強自体やめてしまう。そんな風になっちゃうんですね。なので私はこうやって試験勉強のために単語とか文法とか発音とかを勉強したっていうのは長い道のりに見えたけど、今になって本当に役に立ってるなって感じます。で、試験勉強で覚えたことを今、ポッドキャスト、小説、映画、ドラマで思い出すことで覚えれるんですね。あ、これ知ってるって思うことで覚えやすくなると思うんです。リーディングも同じで、記事とか、お話を読んで内容を読み取る。この人は何を考えてたんだろうとか考えてきたことっていうのは、今私が大好きな小説、ラブコメの小説を読むとき、ファンタジーの小説を読むときにも役に立ってるんですね。あの時読解のトレーニングをしたおかげで、今は無意識に考えることができるんです。無意識のうちに小説の中に出てくる人が言いたいことがわかる、気持ちがわかる、そんな風になったんですね。なので試験勉強をしてるとき、JLPT に向かってめっちゃ勉強してるときに、これってすごく大切なことだとか、後になって絶対に役に立つとか思うことは難しいと思います。私もそんなことを思ったことがありません。でも、その時に気づくことが難しくても、後になって、今になって気づくんですね。私は気づくのがすごく遅くて、10年ぐらい経ったけど、人によったらもっと早く気づくこともできると思います。なので、とにかくこの JLPT のための勉強っていうのはすごく難しい。続けるのが辛いって思うこともあると思うけど、絶対に後で役に立つっていうことを忘れないでほしいです。絶対に今たくさん皆さんが頑張って勉強していることは役に立ちます。数年後、映画とかドラマを見るとき、小説を読むとき、そんなときに、この単語 JLPT で見たことがある。絶対に一回はそう思えるはずです。リスニングテストで正しい発音をたくさんインプットしたおかげで、これからアウトプットの練習をするときに勇気が出たり、自信を持てたりすると思います。そしてもう一つ、
私が試験勉強で大切にしていた勉強方法について少しだけお話ししたいなと思います。で、これが何かというと、正解した問題よりも間違えた問題を見ることです。テストを受けるとどうしても点数が気になりますよね。私も気になります。100点満点中95点だったら嬉しいって思うし、60点だったら悲しいって思う。でも、こういう嬉しいとか悲しいとかもモチベーションにはつながるけど、でも私が大切にしたいのはこの5点の部分です。95点だった時の5点の部分。この部分に皆さんがまだまだ知らない単語とか文法とかが隠れてるんですね。なので私はいつもなんで間違えたんだろうっていうことをずっと考えてました。どこを間違えたじゃなくてなんで間違えたか。それを気にすることでちゃんと理解することができるんですね。で、他にも問題を解いているときに、あれこれってどっちだろうって思う問題あると思うんですね。迷う問題。で、こういうのって正直、あの、後になったら忘れちゃうんですね。もしね、それが×だったら、不正解だったら後でなんで間違えたんだろうって思うけど、運よく丸だったら、正解だったら、もうその迷ったっていうことは私は忘れて次に進んでしまうんですね。なので私はこの迷った問題に絶対にチェックをつけてました。で、もちろんね、テスト本番はわからなかったら運に任せていいと思うんです。私もいつも運です。私は3番が好きだから迷った問題は全部3番にしてました。そんな風に決めてたけど、でも模擬試験とか勉強をしている段階、その段階では絶対にチェックをつけておく。で、後で見返す。なんでダメだったんだろう。なんでわからなかったんだろう。なんで迷ったんだろう。こういうふうになんでっていうのを常に大切にしてました。これは私が尊敬している先生から教えてもらったやり方です。常になんでを考える。で、そのおかげで私はたくさんのことが学べたから、皆さんにもぜひこのテクニックを使ってほしいなと思います。で、これが最後だけど、勉強だけじゃなくて、料理でもスポーツでも何でも基礎が大切です。基礎があるからこそ上手になれる。基礎ができてなかったらどこかでつまずいてしまいます。なので私はとにかく基礎、土台をしっかりと作るっていうことをまずは大切にしたいなって思ってます。で、こういう基礎はすごく価値があることだけど、価値があることって後になって気づくんですね。その時は気づけない。あ、こんなに大切なものだったんだっていう風に後になって気づくんです。特に語学勉強は上手になるまで何年も何年もかかります。私も10年以上勉強してきて、まだまだネイティブの英語には遠いなって思う。上手になってる気がしたり、下手になってる気がしたり、毎日そんな風に悩みながら勉強してます。でも皆さんに知っておいてほしいのは、絶対に今勉強していることは将来のためになってるっていうことです。皆さんの将来の日本語につながってる。例えば今日1勉強したら100日後には100増えてます。でももし0だったらずっと0。だから、塵も積もれば山となるです。本当に。小さいことでも何個も何個も積み重ねたら大きなものになる。だからそれを信じて JLPT の勉強を頑張ってもらえたらいいなと思います。では今日はこんな感じで試験勉強、特に JLPT のための勉強は語学勉強にとって役に立つのかというテーマでお話ししました。いかがでしたか？今日のトピックも楽しんでいただけていたらとても嬉しいです。皆さん7月の JLPT 頑張ってくださいね。私は特に何もできないけど、応援だけはたくさんできるので、ここからめっちゃ応援してます。
頑張ってください。では、今日もここまで見てくれて本当にありがとうございました。今日の動画もいいなと思ってくれた方は、高評価、コメント、そしてチャンネル登録もお待ちしております。では皆さん、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。今日もいい一日をお過ごしください。じゃあね。